Much love that came in during that run, including $10 from Caribbean. They say loved the ukulele duet. はい、お待たせいたしました。引き続き司会進行は神谷がお送りいたします。次のタイトルはソニックジェネレーションズ青の冒険。カテゴリーは any% です。こちら解説の方がいらっしゃいません。いらっしゃいませんね。本家がちょっと戻りましたね。はい、いらっしゃいませんということで、もしね遊んだことがあるとかストーリー知ってるよという方がいらっしゃいましたら、今からでも大丈夫ですので解説の応募をお待ちしております。我こそはという方は解説応募フォームから応募、またはリストリームのディスコードの方でご連絡ください。もしね、喋るのはちょっとという場合でも、こちらツイッチのチャット欄で補助していただけるととても助かります。今から応募でも全然間に合いますよ。EST も1時間ありますし。さっきですね、簡単にですけど、一応ゲームの概要については調べてきました。ソニックジェネレーションズ青の冒険は2011年12月1日に発売されたハイスピードメモリアルアクションです。ソニックシリーズの20周年を記念して制作された作品で、今回走られる 3DS 版が青の冒険。同時に発売された PS3、Xbox360 版が白の時空というサブタイトルになっています。ただし、サブタイトルがついているのは日本国内だけでして、海外では、ソニックジェネレーションズというだけですので、今回の SGDQ2022 の、本家の方の画面もソニックジェネレーションズとだけ記載されています。そうですね、なんか Steam 版は海外向けに発売されてるんで日本からは買えないけど日本語はちゃんと入ってるみたいなのをどっかで見かけましたね。私ちょっとねソニックシリーズはほとんど遊んだことがないので不勉強なのですが、20周年記念ということで多分メモリアルアクションのメモリアルって入ってるんですかね。またステージの方なんですけど、こちら過去作のリメイクのステージになってるそうなんで、聞いた感じだとシリーズファンにとっては嬉しい仕掛けっていう感じがしますね。ちょっと今はね本家の方がカクカクとしていますね。ちなみに、ソニックシリーズの方はスピンオフやクロスオーバー作品を除いて、今だいたい60本から70本ぐらい発売されてるみたいですね。で意外だったのはソニックのレースゲームって11本も発売されてるんだってちょっと調べてて驚きました。今回走られる走者、アレグロさんは、今回の、本カテゴリーで世界2位の記録を持っている方ですね。ざっと見た感じ、本作以外にもソニックシリーズを中心に走られている感じでした。Quick 2022 and welcome back to our amazing audience. It is so good to be back in person. Right. As always, my name is Sent and I am joined by my wonderful friend and assistant, also Sent. Yes, exactly. For the duration of the marathon, both of us will be playing the part of Sent. Indeed. Now, Mr. Game & Shout, it is great to have you back here. How are you feeling? I am warm. It is summer.
And I'm loving it. It's so great to be back. It's so great to see you. プレッションの時からすごい気になったんですけど、なんでこうセンターはチョコボなんですかね。But really, either way, like you're here, and yes, yeah. We are all here. It's so exciting. You know what I'm excited about, Chap? What's that? I'm excited about prizes. You know I am, because we have so many absolutely amazing prizes. Now, all the prizes we're going to be talking about right now are available from now until the end of Kirby and the Forgotten Land a little bit later tonight. So じゃあまだちょっとゲーム始まるまでに時間がありそうなので、現在、開催しているイベントについての概要説明の方をさせていただきますね。現在、ジャパニーズリストリームでは、サマーゲームズダーンクイック2022の様子を公認で日本語ミラー配信しています。サマーゲームズダーンクイック2022は、ゲームズダーンクイックのツイッチチャンネルで行われる国境なき医師団を支援するオンラインチャリティ RTA イベントです。今回のイベントはミネソタ州ミネアポリスにあるダブルツリーバイヒルトンホテルブルミントンで行われています。寄付先である国境なき医師団は独立、中立、公平な立場で医療・人道援助活動を行う民間非営利の国際団体です。寄付と関連して特定のゲームには高難易度への変更やエンディングの選択等が予定されており、項目ごとに設定された目標寄付金額を達成した際に行われます。また、寄付金額を表に見立てたビットウォーによってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄付額に対する報酬は URL からご確認いただきます。直接の寄付が難しい場合は、イエティで販売されている GDQ コラボ T シャツやファンゲーマーで販売されているコラボグッズを購入することで間接的に寄付が可能です。イベントは26日の深夜から7月3日の夕方頃まで24時間昼夜問わず開催されております。ぜひ最後までお楽しみください。からの追加で、加えてジャパニーズリストリームでは解説者の応募もお待ちしております。RTA 知識がなくても大丈夫です。遊んだことがある、ストーリーを知っているというだけでも来ていただけると解説不在タイトルの司会進行がとても喜びます。直近のタイトルではソニックジェネレーションズ青の冒険、ロールアウト、マスエフェクトなどが解説不在となっております。スケジュールで背景が白のものが解説が来ていないタイトルになります。喋るのが難しいという場合でも、ツイッチのチャット欄で補助していただけるだけでも助かりますし、また資料提供という形でも応募が可能ですので、時間が合わないという場合でも、そういった形で、解説参加できますので、よろしくお願いいたします。Always love learning new facts whenever Dave comes up with an amazing new replica. It is definitely something lovely to behold. And in Shout's hands over there, yes, we have the absolutely amazing Falchion from Fire Emblem, the Sword of Legend, Sword of Heroes there, wielded by, of course, Marth as well as Chrom and Lucina in the newer games. Super cool. このかっちょいい剣とか杖とかって何のゲームのやつなんですかね。But here's the deal, it's cumulative throughout the entire marathon. So $25 now, $25 later, $150 more throughout the event, and you are going to be entered in to win this amazing grand prize. Thank you so much to our friends over at Heroic Replicas for sending it out to us. Exactly. I'm going to hold on to this. The last event, there were some knives. There was a goose with a knife. There was a Kirby with a knife, and I feel a little safer. I'm just gonna hold on. I don't blame you, Shout. You never know who's going to show up over here when we are talking about prizes, but I know who is going to show up next for sure, right? Because we're going to head back up to the front. We're going to be getting ready for our next run of the marathon, which I believe is going to be WarioWare Touch with Mr. Shasta. Indeed. Looking forward to that one. Let's get excited for it. Audience, let's get hyped for it. Come on, everyone. You want it. You love it. Welcome back to Summer Games Done Quick 2022. It's good to be back. That's right. Coming up in just a little bit, we'll have WarioWare, but coming up directly next, we've got Sonic Generations by Allegro. なるほど。ファイアーエムブレムの覚醒のファルシオン。
ちょっとね、全然知識のない私一人だと、ここから1時間ね、間を持たせるのは難しいかもしれないので、ちょっと話し相手を召喚しようとしています。少々お待ちください。They say hanging out with my son for his very first GDQ. Super excited for Pokemon Snap because with this chat, it's not even a question if it'll be a hit. Thank you so much for those donations. And that $10 donation is really interesting because a $10 donation can purchase 45 emergency food rations for use in a crisis or natural disaster with Doctors Without Borders. All of these donations are going to Doctors Without Borders supporting a fantastic cause. So thank you so much for that. And I am getting word that we are ready to rock. So everybody here at GDQ, make some noise for Allegro running Sonic Generations. All right. Big the cat. 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 というわけでゲーム画面が来ましたが、私の方も、話し相手という形でブレーキさんに来ていただきました。ブレーキさんよろしくお願いします。大体タイタなパズルゲーマー、解説役っていうのもちょっとあれですけど、ブレーキです。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、誰もいなさそうなので、とりあえず、I've never played this game, but I'm here as a representative of the Big the Cat fan club. So 来てはいました。もうね、本当私わからないですよ。なんかモダンソニックとクラシックソニックがいるんだなみたいな、それぐらいしか。お話ししていただいた通りになると思います。はい。3DS ということで、これ右側が上画面で、左側が下画面ですかね。And I've just like said, I've never played this game either. So this is going to go well. This is going to go very well. Don't worry. Yep. 2% なので割とと言いますか、比較的普通に走り抜ける感じだとは思います。で、一応メモリアルアクションということで、いわゆるソニック、歴代ソニックの振り返り作品みたいな感じにはなるんですけれども、まず最初、グリーンヒルゾーンの、クラシックソニックですね。これは原作は、ソニック1のグリーンヒルゾーンですね。ステージの構成も同じっぽく見えますね。はい、グッドラックです。一応ストーリーとしては、時系列的には一応カラーズの、ソニックカラーズの後の話になるみたいで、今のはクラシックソニックこと過去のお話みたいな感じでした。で、時は現代的な感じで、ソニックの誕生日の日に、テイルスがこっそりソニックの誕生日を企画していたんですけども、手違いで、他の参加者が来る前にソニックが先に到着してしまいました。というところで、とりあえずみんなを待とうっていう時に、タイムイーターという時空をねじ曲げるものが、その場に現れて、謎の白い空間に飛ばされてしまいます。そして、その白い空間で、いろんな地形を走り回っていく感じになります。そしてここは、モダンソニックのグリーンヒルゾーンですね。この辺、クラシックソニックは比較的、今までの 2D ソニックと同様の 2D アクションができるのですけれども、モダンソニックは、このゲームの仕様だと、3DS 版のソニックカラーズあたりが、をベースに、ベースの操作になっています。
で、今ここで出たのは、そうですね、このスペシャルステージっていうやつです。元ネタ的なものは、ソニックヒーローズのスペシャルステージですね。エメラルドが逃げていくので、この丸いオーブでブーストを貯めつつ、そのブーストを吐きながら、逃げていくエメラルドに追いついていくというものになります。個人的には、なんか原作よりだいぶ操作感みたいなものが、だいぶマシになってそうに見えます。そうですね、カラーズ、カラーズは、カラーズ携帯版3、あれ DS だっけ？すいません、ちょっと曖昧ですけれども。今この丸いオーブがあるんですけれども、これはブーストゲージがより多めに溜まるっていうものですね。ちょっと覚えておくとなんか攻略に役立てるかもしれません。というわけでカオスエメラルド1個目を獲得しました。で、クラシックソニックとモダンソニックがそれぞれ白い空間で、走り回るんですが、これどのタイミングでどっかのタイミングでクラシックソニックとモダンソニックが顔を合わせるっていう機会があるんですが、ちょっと忘れました。まず続いてのステージが、カジノポリスですね。カジノナイトか。はい。カジノナイトの、クラシックことアクト1ですね。こちら元は、ソニック2ですね。そうですね、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2第4ゾーンって書いてましたね。ウィキペディア調べですが。はい、合ってると思います。おっと、これはなんかルートミスかなんか、もしくはなんかうまく下に行けなかったから、仕切り直しで最初からですかね。基本的にクラシックソニックとモダンソニックの違いみたいな、あれで言うと、クラシックソニックは、おおむね最近発売されたソニックオリジンズあたりのあんな感じの 2D ソニックがクラシックソニックに当たります。で、ソニックアドベンチャー以降が、ソニックアドベンチャー以降の 3D ソニックあたりが、おおむねモダンソニックと言われているソニックです。Alright, so we're on to Casino Night 2. There's a lot of pretty cool movement in this one. So when starting off on the stage, I can do a mid-air boost since Sonic's kind of dropping down into the stage. カオスエメラルド集めって原作のヒーローズだと、あれ、ストーリーを全部クリアする上では必須の収集要素なので結構きついんですよね。さあ、アクト2ことモダンソニックのカジノナイトです。正直、今更なんですけども、ソニックシリーズの、なんかあれやこれやおおむね知ってる感じではあるんですけども、別にこのゲーム やったことはないので、より詳しい方がいたら、来ていただけると幸いです。Unfortunately, these are very random to deal with. It's just be random as in when they'll be able to drop you off. 上に参ります。That seemed like a great cycle, actually. It was pretty alright. So yeah, that's Casino Night 2. Pretty decent. いいですね。Alright. Does that mean it's special stage time? Oh yes, it is time for さあ、ここで Are you gonna move this time? yes. So you're not gonna just boost to win like this time, right? Yeah. So as the special stage まあ白くなった世界をどんどんソニックたちが走り回って、they finally add bombs for you to avoid. So なんとか色を取り戻しているんですが、what's going on here? So we got time. We got
続いてスペシャルステージ2ですね。We've got $20 from Then Bright. They say, You got this, Allegro. As a console generation speedrunner, I am so proud and excited to finally. ソニックの BGM がセガの UFO キャッチャーに使われてるっていうネタしか知らないな。いや、十分それでも知ってる方だと思うんだけどな。ちなみに使われてる曲とかは、まあ、おおむねソニック1からですね。具体的に言うと多分、スターライトゾーンだったっけな。The correct number of fours, let's go. It's 8 4. Did you seriously memorize the amount of fours in the name? It's pretty easy to remember that. Only 8 4s. Yeah, but I only have limited It's 4 brain times 2. space. I mean, that works. I mean, Shout out to Diamond. We've got $25 from Chaya. They say, Gotta go fast. indeed. 海外だとなんかおなじみのなんかガルゴファーストとかいうこともなんか言ってますね、あちらの方で。まあ、この辺もおおむね問題なくエメラルド回収していきますね。So now we're going to be moving on to Mushroom Hill. This is probably one of the tougher Genesis stages for classic Sonic, but we've gone through a couple different route changes. さあ続いて、まあ、カジノナイトゾーンもそうなんですけども、まあ続いてマッシュルームヒルですね。マッシュルームヒル元は、ソニック&ナックルズです。さあ勢いが足りなかったので仕切り直しで上のルートへ。冒頭の方で解説してもらったんですけども、ソニックジェネレーションズ、いわゆる HD 版と携帯版、携帯機種版の2種類あって、こちら青の日本だと副題として白の時空と青の冒険ってあって、でそれぞれ収録されているコースが大体違います。グリーンヒルゾーンとかあの辺は一緒なんですけどね。ここも3D 青の方にしか収録されてない方になります。Take this loop here, and this is kind of the middle path we're taking now. If we take the top path, it's very risky and like really tight to get. So right here, I'm just going to do some. この辺も私以上のソニックマニアだったらステージ構成が一緒なのか違うのかもうわかるかもしれませんね。このマシュルームヒルゾーン。ていうか旧作のステージ。In the original game, that was where the mini boss was. Yes. That makes sense. Yes, there would be a mini boss there, but they, for some reason, kept that checkpoint in. So. Oh, why not? Yeah. Can you even die in that area of the stage? Nope. It really goes to show, though, how slow the bottom routes are. That it's just better to restart. I was just about to comment how distracted I was by the mushroom. さあ続いて、モダンソニックでマッシュルームヒルゾーンですね。で、モダンソニックの方はだいぶなんか秋っぽくなりましたが、原作でも確かアクト2に入るとなんかこんな感じの秋っぽい感じになってたような気がします。うん、そうだな、確かそうだったな。In addition to that, slide jumping is useful on very short inclines, not steep ones, and straightaways and declines. So knowing exactly when to use which is super, super important throughout this stage, as you've seen so far. We also have another element of layering at the very end. So we're going to these weren't in the original. These are new, I believe. 割とこれ携帯機種でやりながらそれなりにしっかりとしているので。And we're going to just jump off at a point here. It's going to look a little crazy, but don't worry, Sonic won't die. He will be fine. Trust me, this looks totally normal. He's not dying. It's totally fine. See, he's right there. That makes sense. Perfectly normal. Another quick time event here, which pressing Y we mean. 先ほど多分冒頭でスチーム版とかでも発売は白の軸に関してはスチーム版とかでも発売はされてるんですけど、まあ日本からは入手が難しいっていう点ではありますが、まあ現行の機種とかでも入手はできないっていうことを考えると、青の軸って原作といいますか
実機といいますか、である 3DS 版しかないので、ある意味、貴重な気はしますね。And we got $5 from Michael. They say, I love SGDQ. Hyped to see everyone back in person. Good luck for the rest of the marathon. Love from the UK. Thank you so much, Michael, for that donation. It's really good seeing how international the donations and runners and everyone have been. I think the online さあ、3つ目のカオスエメラルドスペシャルステージチャレンジですね。 outside the US can join in, both as runners or commentators and all that. That's really fantastic. I mean, Sid, you're from the Netherlands, right? HD 版である、PS3、Xbox 360でもって Steam 版とありますが、この辺はHD 版として白の時空、日本だと白の時空として、Looking forward to losing sleep but gaming hype over the next few days. 日本だと買えないけど、日本的には買えないけど配信されてはいます。で、青の時空は、3DS のみになりますので、Thank you so much. We're at over $5,000 raised for that bonus game. We are rolling along. There we go. まあソニックファン的な人は、This remix also is コレクションとして集めたい方、なんとかして入手してください。First of the rival fights. Well, I hesitate to call them fights. It's more of just a race. But is this a Sonic Rivals moment? さあ続いてこのだいぶ機械仕掛けでまがまがしそうなゲートがあったと思うんですけど、こちらは、いわゆるボス戦ですね。で、ここではメタルソニック戦となります。白の時空だと割と原作的な通りに、スターダストスピードウェイの地形でやるんですが、こちらは、カジノナイトゾーンにはなりますが、割と原作っぽく、ちゃんとスピードレースをしています。Whenever I have a chance to come to a complete stop, I will try and do a spin dash, because that's just going to be a lot better than just having to start a series of rolls there. And yeah, Metal Sonic will try to rubber band you in this fight, or this race rather, pretty heavily, but I can easily outpace him right here. And yeah, 47 is pretty good. It feels very weird to see him in Casino Night. That does not look right. そうなんですよね。白の時空だと、ステージはスターダストスピードウェイで、まあ原作っぽいんですけども、あっちはどちらかというと戦ってる部類で、戦ってる感が強いので、こっちの方がレースしてるっぽさは残ってますね。さあ続いて、ビッグアームですね。もともとは、ソニック3のラスボスです。もともとは 2D のボスだったんですけども、だいぶ3D 感をなんか、3D 感を意識したオリジナリティのある攻撃を発揮してきましたね。原作とはまた違った戦い方になるので、まあ原作に比べたらいくらが弱体化しているっていう風に感じるかもしれませんが、まあこれはこれで面白いと思いますよ。is for classic Sonic, which basically just lets us target springs, enemies, and lets us basically kind of do an air dash. というわけでボスステージ2つ終わって、ここからはモダンソニックが元になったステージたちが続きます。エメラルドコーストソニックアドベンチャーからですね。後ろにあったホテルとかも最初ステージ始まって右側にあったところですね。で、このエリアから、クラシックソニックにもホーミングアタックが、ホーミングアタック機能が、追加されます。なんか空中でエアダッシュっぽいことも
できなくはないですね。さあ、この辺のシャチの追われるところも元原作っぽく。で、灯台の橋渡った後は、まあ洞窟っぽいところ入って壁走ったりとかも。クラシックの割にはだいぶ元を意識してるなっていう風なステージ構成にはなってるんですよね。Everything went well, I would have just gone past that before it raised, but that's fine. Still getting a 139 is really good. まあそうです。そうですね。一応これ画面に大きい画面で映ってるのは上画面ですね。基本的に上画面を見ることが普通。てか上画面で操作したり見ることが普通なので、下画面はあんまり。まあ補足的な情報ぐらいしか、補足的な情報がメインですね。Oh man, I really wish Big would be able to do that, but oh well. Yo, I'm enjoying this music though. It's like the second act of the original Emerald Ghost. Yep. On that ADX. All right, so slide jumping into the corner of the loop there can save a little time. And right here, this would be normally really good to have the stomp ability, which isn't unlocked until Radical High, after Radical High. ああ、そうですね。ものすごく基本的なところにを説明してなかったんですけども、ソニックシリーズ、おおむね共通的に言えるのは、リングを1個以上でも、1個でも持っていれば、たとえダメージを食らってもリングが散らばるだけで、ミスになりません。リングが1個以上、1個でもあれば何度ダメージを食らってもミスにはなりません。まあさすがに落下死とか圧死とかするとリング持っててもダメなんですけども。まあ逆にリングがゼロの時に、ダメージを食らうとミスになって残機が1個減ります。They say run around at the speed of sound with the fastest hedgehog around for Doctors Without Borders. Keep up the awesome runs. さあ、いつものシャチに追われる。さあ、ここで QT も入る。で、終了。124 is a really consistent time that I'll always get on that stage, so. Alright, so guess what we have next? You guys want to guess? Fishing me. You're close. I was going to say Radical Train because I hoped for a 6 representation, but it's not that. What kind of answer were you fishing for? Well, the answer is another special stage. So, one thing I've neglected to say about special stages is that at the very start, I always want to try to like mash for a homing attack. That basically gets me just a little bit farther in the stage before Sonic has the ability to boost. But yeah. Got time for donations? Now would be perfect. Yeah, you got it. We've got $25 from Static Rodent who says, first donation of the event, I plan to donate for every prize. 割とこのスペシャルステージも原作に比べるとゲージの溜まりやすさとかもだいぶ違うなって私感じますね。I've got $100 from Magno. They say my favorite time in the summer is here. It warms my heart to see this passionate community join together for an amazing cause. Seriously, thank you all so much for your kindness and gratitude. Here's my initial donation. ゴールまでに宝石に追いつけなかったらどうなるんですか？正直詳しいことは私もわからないんですけども、多分単純にやり直しかな。じゃああれなんですね。なんかボーナスゲーム風な雰囲気を出してますけど、きちんとしたステージの一つみたいな扱いになるんですかね。になると思います。先に行ってしまうと最終的になんでしょうね、スーパー化に必要なんですよ。ああ、なるほどなるほど。Shout out to all the tech team and everyone who's put the layout together for GDQ staff. Seriously, especially if you made layouts for DS games, because God, they are a pain in the butt. Yeah, they are something.
そもそもラスボス戦がスーパー化になるので、でもってなおかつスーパー化自体は、エメラルドが7つないとできないので。さあ、続いて、ソニックアドベンチャー2よりラジカルハイウェイです。ここどちらかというとソニックっていう、ソニックじゃないような気もするんですが、まあでもある意味後々のことを考えるとなんか後々のことを考えるとまあ若干納得できなくもないかなって思わなくもないような。今ちょっと待ってたな、背景的にいたような気がする飛行船待ちですね。あれが来ないとさっきの壁反射みたいなの跳ねてくれないので。That's going to be taking us to the back layer, and that saves a little bit of time. There's a backup strat I have in mind, and if I jump right here, I am going to skip that rocket. Ooh, nice. It's really tight there, but worked out. クラシックソニックにもホーミングアタックが追加されるのでだいぶアクションがモダンに近くなりますけど。Oh yeah, they are much slower. なんかこの辺のパワーアップになるとなんかソニック・ザ・ヘッジホッグ4あたりになんかなってそうな気もしなくもないですよね。ごめんなさい、たった今の発言はだいぶ適当言ってるかもしれませんが。道路どうなってるんだよっていうことに関しては、まあ、私もわかりませんが、まあ、それを逆手にエイプリルフールでネタにするくらいには、なんか、そういう変な道路です。This is the one I really like to mention because it is exactly like it is in SA2. There's this thing where we can go around and get into that partially built one and then just jump through here. This also has one of the more notable instances of layering because we're going to try to いくらか飛ばせるギミックはまあ大ジャンプとかで飛ばしてはいますね。And right here, we're going to try to stay on the foreground layer by jumping down here and hitting the rail like that. Very, very nice. Okay, I was kind of scared there. It was going to take me to the middle layer. It looked like it, so you did very well. We have some more rails over here. We don't have あの辺の橋 layering as such in this stage, but we have あの辺の橋の端っこのグラインドとかもだいぶかっこいいんですけどね。これどうしてもこういうしかなかった気がするんだ今。Yeah, this stage is really tight with the boost management. Yeah. We're going to stop at one of the ends of the rails here to jump over this spring. That would take us into a different layer in the foreground. This one in the background is actually faster. We just have a straightaway here, so again, slide jumping is actually いや、もうなんか今走ってなくないずっとなんかスライディングとホップ組み合わせてるみたいな動きしてるんですけど。I prefer to use slide jumps when I can. I accidentally took that the pole there, and I did not want to take that. Taking this lower path is just a little bit faster than taking the top path, but yeah. And we have the infamous spiral from the same previous game. Make sure to dash at the right time here or boost, and there you go. Yep. 155.55. よくよく思えば走ってばっかのこのゲームで橋の端っこだとかっていう風なこと気にしてたらなんかダメなような気がしてきましたね急に。So if I died, that's like over a minute and a half lost. So if I wasn't careful. All right. So coming up, we've got fishing. I wish. Sonic Adventure 2 battle fishing. Chow Garden. That's it. Sonic Chow Ghost Garden. Fishing. Chow Garden. Chow Garden. GBA Chow Garden. I'm disappointed. Oh. Yeah, we got another special stage. Well,はい、スペシャルステージ5です。Sonic Mania reference, right? Yeah, Sonic Mania. Yeah, planned 8 years in advance. Yeah. Sonic Generations 3DS did it first. All right, so yeah,
There isn't a whole lot new in this stage. They did introduce springs in the last one. Taking springs isn't. It turns out to be a little slower, but honestly, for consistency's sake, just taking the springs is just a lot safer and just kind of boosting and just avoiding the traps here. So we got time for a donation. It'd be great. なんかコメント欄がハテナで埋まってるようなので、せっかくなんで、なんでしょう、小ネタ的なことを言いますと、ソニックちゃんと箸使えるんですよ。And I just want to update, we do have a Mass Effect Mako glitch showcase coming up here in a couple runs, and we want to get some incentives toward that. We want to というわけで、はい、エメラルド5つ目です。So when you're putting your donations in, try to put them to those, and we can get those met. All right. はい、英語名だとチョップスティックって言われるあの箸です。Like super broken, but wait, what do you mean? Sonic Heroes hasn't had a stage yet? Yeah, in general. さあ、はい。It's had 5 stages already, yeah. The special stages don't count. シャドウ。Oh yeah, so we're on to the Shadow Rival fight here. まあ、こうなりますよねっていう感じではありますが。はい、というわけで、ソニックアドベンチャー2より、シャドウですね。で、背景も、背景というかステージも、多分容量削減も兼ねてラジカルハイウェイを使ったんでしょうね、元々のステージの方も。まあ、別に、2P 対戦とかも元からあったので、ある意味これはこれで合ってるかなというふうにも思います。あともう一体スピードレース形メタルソニックと同様にスピードレース形式のがいます。I love Silver. Best story in 06. I sense no bias at all whatsoever from No. You're on the couch with 2 Silver Runners. Oh yeah. 一応メタルソニックとの違い、メタルソニック戦との違いとして、メタルソニック戦だと確かクラシックソニックでレースするっていうところだったんですけど、今回はモダンソニックでのレースなんですね。So, I mean, same thing with Radical Highway. That was just a shadow stage, but I guess we're dealing with BioLizard now. But Bio Lizard. This boss fight is unfortunately an auto-scroller. いや、だからお前もシャドウだろって思うんだがっていうツッコミは私も感じるんですが。Being chased around by BioLizard's head and being swiped at by tails. というわけで、ソニックアドベンチャー2の、ストーリーラスボス1個手前というべきか、ラスボスというべきかのバイオリザードです。原作だと、ここはシャドウが戦うんですよ。コメントの方で、この場所にはシャドウしか来てないやろっていう話があるんですが、この場所自体にはソニックとナックルズも来ています。ただ、こいつと戦ったのは、このバイオリザードと戦っているのはシャドウです。ちなみに、残り体力は下画面こと、このレイアウトだと左上の画面ですね。さあ、なんと、尻尾からこのダークボール的なものを打つようになってます。待って、今の方がダークボールっぽかったから、さっきのダークボールっぽいものは何だったんだ？Yeah, you got it. There were so many orbs that appeared in chat that aren't shown up. It's a summoning spell, of course. Absolutely. Okay. ちなみにこのボス戦、原作だと溝っぽいものがこの円形の地形に2箇所あるんですけど、それが塞がれています。We should start that at some point, Allegro.
Big the cat fan You club. declared yourself the head of it already. Yeah, exactly. That's why I said we should start it. さあ、この辺でトラウマになるような気がする。ふわふわ浮かぶボールですね。原作的に考えても、ここまではまだいいんですよっていう。And we've got $5 from Drewski-sama, who says, watching SGDQ with my two sons, and they are loving this Sonic Generations run. Keep up the good work. Thank you so much. 原作だと、原作のあの水結構な罠ですよね。$5, it all goes towards great causes, so thank you so much for everyone who's contributing. 一応一方は、川上っていうと変ですけど、流されても問題ない、一応流されても問題ないことがあるんですけれども、逆に川下の方の水に落っこっちゃうとそのまま流されて一水になってしまうので、結構注意したいところですね。さあ、原作的にはここまではいいんですよ。問題はこのふわふわするところなんですね。っていうのが、なんと、今作ではこんなイライラ棒程度で済んでます。はい、おしまい。原作だとあと一発っていうふわふわで、だいぶシューティングめいたかわし方しなきゃいけないし、リング持ってる状態でダメージ食らったら、当然リング散らばるだけでどうにかなるんですけど、散らばったリングが回収できなくなるので、もう一撃が食らえないっていう状況が結構きついんですよね。This is kind of a tough classic Sonic. Absolutely. So this is where we get to see the unique representation that's not shown in the other game at all. This is based off Sonic Rush. さあ続いて、ウォーターパレス。So we're going to try to get onto the ここはDS のソニックラッシュ So these will shoot bubbles that will normally が元ですね、確か。 faster to actually spin dash on those cannons itself and use the angle momentum to jump yourself off of them. We're going to see that again here. It is a very tight window to make this. So because if you make it down, if you don't make it across, you will actually hit the lower one. There we go. Yeah. And from here on, it comes pretty simple. We're going to stay underwater. So underwater physics are pretty simplistic in this game. You just go a bit slower. It feels a little bit like you're swimming through molasses. まあそもそもソニックシリーズでなんかソニックシリーズで携帯機種の作品なくはないんですけど、こういったなんかなんでしょうね、リミックス系のものとしては珍しく携帯機のステージが採用されています。Be careful not to go too far forward because if you do, you will fall into that hole there. And that is it done. 139. Very, very nice. もちろん発売されているものとしては GBA とかもあるんですけれども、GBA ソニックから採用されているステージって今のところないんですよね。ただソニックラッシュに関しては携帯機のソニックでありながら、なんかこんな場所でこんなところでステージがリメイクされているといいますか。意外と据え置き機のステージが採用されがちなんですけど、ちょっとこの辺はなんか安堵みたいなものはしますよね。
And this is one of the few times I'm going to take intentional damage. I'm going to hit that flapper. And right here at this loop, if I jump off at the right time, yes. Got it. All right, so the game kind of lagged out. Don't blink. あー、なんかこれ軸バグってる。We're basically hanging out in the background. さっき Yes っていう風にも言ってるんで、これ、本来通らない、背景通ってますね。さあ、これ、わお。I love how you can literally see the lag during that skip. Yeah, you know if you got it, there's a little bit of lag. And that's, unfortunately, you can do that in certain other places, but you just can't really take advantage of it because you'll just fall to your death. まあ、確かに2、3ライン、あるような雰囲気ではあるんですけども、そのライン埋まってるんだよなっていうところを通ってますね。Don't play with my heart like that, man. Not cool. I'm sorry, man. I'm sorry. But yeah, I think we know the drill. Yeah, I will note that this is probably one of the toughest special stages. It's kind of hard to see through the peaks and valleys of where the bombs are. So it's more or less just trying to remember. 一応白の軸で採用されてるタイトルじゃない、採用されてるステージって全部据え置き機なんですよね。あとはなんか他の派生的なところで言うなら、マリオ&ソニックオリンピックとかだっけ？あの辺のスペシャルステージとして採用されているところも、おおむね家庭用機種のステージがメインなので、なのでウォーターパレスが採用されてるっていうのは結構珍しいかなっていうふうには思います。あれ、ゲームギアなんかあったっけ？Alright, so now that the whole water palace zone is done with, we're going to move on to some Sonic colors. And we got Tropical Resort. Classic Sonic is going to introduce the Burst Wisp. In this case, Burst Wisp is basically done. You basically just kind of get these little boosts. はい、続いてトロピカルリゾート。ソニックカラーズからですね。I'm not going to use it just yet, though. プールは遊泳禁止、小さいお子さんは以下略。I need to homing tag certain enemies in order to get across. Yeah, right here, and I'm going to be coming up onto the burst section here. Let's get up here. So I'm going to do these kind of short bursts. さあ、このトロピカルリゾート限定のギミックとして、原作のソニックカラーズであった、カラーパワーを使うことができます。なんだ。画面左下にある、カラーパワーっていうのがある間は、今回だと、バーストっていうのが、もう見てわかる通りの、空中ジャンプができるようになってます。Another thing to mention in contrast to Colors DS is that Colors DS, it's better to do medium bursts rather than full, like short ones like here. So it is a little bit different in terms of how it works conceptually. This is a really hard one because if you get hit by these bombs, you go way high up. But there is a route you can do to avoid most of them. That was pretty quick and nonetheless. Yes, getting hit by one is not too bad. Ooh, okay. It's still fine. So we got the fireworks section here. Unfortunately, wasn't able to get enough height because you can just bounce off the fireworks with the burst ability. But that's fine. Taking out the fireworks, I think, is just a lot more consistent than having to deal with maintaining the burst wisp there. But yeah, that's Tropical Resort 1. That was pretty smooth, all things considered. All right. Now we're moving on to Act 2, which has Laser Wisp. Now, Laser Wisp just kind of breaks the stage. I mean, that's kind of the case with Sonic Colors. Oh, yeah. Laser Wisp is very powerful. We two of us are Sonic Colors runners, or were, so where it was in my case. I like how we have モダンソニック側ですね。Yeah. Yep. So right here, I'm just going to be doing a bit of
some kind of tight jumps here. If I time this correctly, I can bounce off the balloon there and. さすがに違うような気がするけど、原作って言っていいのが分かんないな、こうなると。原作の 3DS、じゃあ、DS 版携帯機種版のソニックカラーズのステージと同じ構成じゃないよな、さすがに。モダンソニック側は、カラーパワー、モダンソニック側で使えるカラーパワーはシアンレーザーです。なんかクリスタル的なところに当てると、これなんか変なことやろうとしてますね。これは失敗したっぽいから、なんかリカバリでなんか上ルート通ったのかな。And yeah, we're going to be coming up to the end of the stage pretty shortly, but I got to pick up this laser wisp right here that's in the background because it's going to be. そういえばどこのタイミングか忘れましたけど、モダンソニックにもパワーアップが加わって、この下方向に急降下するストンピングが追加されました。テイルスが靴をパワーアップしてくれたんですって。If I don't, okay, I'm not going to get hit by the meteors. Yeah, if you get hit by the meteors, you're just dead. There's no recovering from that. So many really neat tricks that give you airtime in this game. Yeah, you can actually use the laser going straight forward, but it's really, it can actually speed up the rail section considerably, but さあ、多分シナリオ的には終わりが近づいてきてるはずなんですが。But yeah, I think we got time for more fishing, don't we? Wait, some Sonic Heroes representation. 7 stages. Heroes is the most overrepresented game in this whole pack. Yep. You're right. I can see. さあ、最後のエメラルドですね。All right, so special stage time. Got some more donations? Yep. Yeah, we absolutely do. We got $50 from Rules. They say, woo, let's go Allegro, and all the co-commentators, y'all got this. Thank you so much. And I asked for it, I received it. Here's $15 from Average Big the Cat Enjoyer. says he's a cat, he's big, what's not to love? Let's go. And then, how about this one? $100. そういえばこのスペシャルステージに割と後半の方で登場しているさっきのなんか青白いバリアみたいなところあると思うんですけど、これは原作には確かないです。Big fan. You know, I wasn't a big fan, and now I am a big fan. You're making a very big deal out of this. Yes. Is it too big? 当たったら間違いなく減速はするけど、Okay, fair enough. All right. 減速はするだろうけど。Sometimes I tend to have a problem of just accidentally hitting one of the bombs just on the corner there, but all right. So now it's time for the silver rival fight, and Focus is just so excited. So excited. Oh boy. If you haven't watched an 06 run with Silver's story, do. It's a wonderful run, and Silver is a wonderful. ギミック的には難しくなってるような気はするんですけども、原作的には原作より融通てか操作感に融通が効くような感じなので、さあなんだっけ、レース形式でシルバーザヘッジをシルバー戦ですね。シルバーに関してはどんなに差が開いていても自身の得意な能力であるサイコキネシスを利用してソニックのすぐ後ろまでワープしたり、あんな風に攻撃も仕掛けてきます。At the very end here, we want to avoid getting hit by the boxes again, because if you get hit by the boxes here, Silver can just win immediately because of that, and you got it. Yeah. 結構ギリギリですねっていう風な見え方するんですけど。Love the box in 06, big fan. Oh, big fan of that box. All right, so now we're going on to. Wait, hold on.
That's not right. Egg Emperor? He's a modern boss? ソニアド2のソニアド2のヒーローとダークのラスボスよりもある意味立ち悪い。さあ、続いて、ソニックヒーローズより、エッグエンペラーですね。ソニック、テイルス、ナックルズ。ここは貴様らの墓場となるのだ。Boost right as you homing attack right there. You can get ejected a little bit farther. Oh, ooh, that was unfortunate. So in this phase, Egg Emperor, you're supposed to try and bait him with. これはあれですね。周りの砲台を攻撃することでエッグマンに方針を向けてみたいなことをしてる感じですかね。エッグエンペラーに関しては割と原作普通に強いんで、But yeah, we're basically on the final hit here, where he's just going to be just kind of attacking us from the center. I mean, I'm not sure why this has taken so long. You run heroes, you know you just need level 2 flight formation. Yeah, I know. Like, you're never supposed to see this section. Yeah, no. In Sonic Heroes, this boss is just absolutely broken. It's like, what, 10 seconds, I think? It's so, every team as well, isn't 20, it? roughly. Yeah, it's about 20 seconds for Sonic Heroes. You know, this entire time I thought he was going to take this, just like in the original Sonic Heroes. というわけで、ストーリー的にはここで、エッグマンがやられて、で、その時に、タイムイーターがドクターエッグマンをさらってしまって、で、そのさらに、さらっていって、で、そのまたさらに奥に、タイムイーターが待ち構えていると。で、タイムイーターが待ち構えているんですが、なんとそれと一緒にいたのは、モダンエッグマンとクラシックエッグマンの2人でしたという。このタイムイーターを操る的なことを操ったりっていうか、なんか確か過去を変えることでどうこうしようっていう風な話だったかな、モダンエッグマンの考え的には。だけど、その過去の改変をするにはどうしても自分と同等の頭脳が必要だったらしいんですよ。で、そこで登場するのが、自分と同等の頭脳を持つものが必要だったら、過去の自分を持ってくればええやんみたいな感じで共闘するわけですね。似たようなことをソニック CD でやってたような気がするんですが、Corner strats, they never fail. Indeed. So after every hit, we just swap between 2D and 3D. So in this one, we basically want to try and keep straight as much as we possibly can. This phase is kind of annoying sometimes. 基本的にスーパーソニック戦は無敵なんですけれども、左上のゲーム内タイマーの1個下にあるリングの枚数がどんどん減ってるのが分かると思います。このリング、俺今枚数って言ったまあいや、リングの個数があると思います。で、このリングが0になると、スーパー側が溶けてしまうので、その時点で、その時点で負けとなってしまうので、そのまま1ミスとなります。基本的に攻撃食らっても無敵といえば無敵なんですが、万が一食らっても、操作不能時間が、
まあ、いくつかあるか、リングが十何枚ぐらい減るかぐらいですかね。まあ確かにここ最近の公式は個数ではなくて枚数で数えてることもなくはないので、その辺にうるさい方、その辺の単位にうるさい方ご了承ください。So now these clocks are kind of a pain. It's random as to where the clock arms would be, but thankfully they were completely out of my way. So if you get hit there, it wastes like, I want to say about 5 or 6 seconds, and then you have to do another set of the clocks again. Just rinse and repeat until, I think it's like, after like, if you get hit 3 times there, he'll just stop doing it, and then you just kind of move on. ウィキペディア情報によると、どうやら、このタイムエイター、HD 版である、PS3 とか、Xbox とか PC 版とモデルが若干違うみたいで、一応 HD 版の方だと手が4本あるみたいなんですね。で、ある程度攻撃加えると、4本腕から2本腕になるみたいな感じです。ちなみにこっちは最初から2本腕みたいな感じです。And time is going to be coming up on the final scripted hit. Just got to do one more here. And there we go. And all right, time's going to be coming up on this. さあ、そろそろ、タイマーストップみたいなことを奏者言ってますね。はい、タイムです。GG です。GG。GG. Jeez. Well done, Allegro. Wonderful. Very nice. All right. And yeah, I want to give a huge shout outs to my lovely couch here who've been very helpful with commentary here. I want to give a shout outs to the Sonic Generations 3DS community, Diamond, who's done a lot of work like way back in the past. He has a lot of IL records and whatnot. I want to give shout outs to Brandino, who currently has the 80% record. He actually beat my time within the past month. Been trying to get back in. こうやって並ぶとモダンとクラシックのデザインが違うのがよくわかりますね。ですね。Especially for classic Sonic. So I wouldn't have been able to do a lot of the classic Sonic stuff with that. さあ、一応締めみたいなあれに行きましょうか。そうですね。改めて、ただいまのゲームは、ソニックジェネレーションズ青の冒険。解説ですね。解説はブレーキさんでした。ありがとうございました。まあ、拙い解説だったかと思いますが、参考的なものになれば幸いです。まあ、そうですね。なんか一応の宣伝としては、あれかな、今2022年なんですけど、最近、まあ6月の23日に、クラシックソニックを詰め合わせた感じのゲーム、ソニックオリジンズが発売されました。なので、クラシックソニックのまあ、いわゆる原作的な要素を遊びたい方はそちらをお買い求めください。で、まだ発売は先になっていますが、モダンソニック側は、ソニックフロンティアが現在開発中ということで、まだ発売時期は未定です。私個人としてはソニックフロンティアよりナックルズフロンティアの方をやりたいんですけど。確かにソニックフロンティアのイメージ的に言えばオープンワールドチックなもの
ところをソニックが走り回るっていうのも確かに魅力的ではあるんですが、個人的にはナックルズフロンティアの方がやりたくなってしまってるのがなんか謎のなんかこう欲求があるんですがまあそれはそれとして、はい、なんだかんだで誰も解説が来なかったので解説やらせていただきました。ブレーキでした。はい、ありがとうございました。そしてちょうど4時12分になりましたので、ここで司会進行の方も交代となります。ありがとうございました。引き続き SGDQ2022 をお楽しみください。それでは失礼いたします。Hello and welcome back to Summer Games Done Quick 2022, powered by Twitch and in support of Doctors Without Borders. My name is Zenadir, but you can call me Zen, and I will be your host for the upcoming WarioWare Touched Run and beyond. And while our amazing crew gets that set up, I'd like to read one amazing donation here real quick. This is $15 from DeskChain33, who says, longtime viewer, first-time donator, thanks to GDQ and all the amazing runners for putting on great shows in the upcoming week. Good luck to all, and let's raise money for Doctors Without Borders. Thank you for that amazing $15 donation. And while we have a moment here, I would also like to play an amazing sponsorship ad.